マジで全然できない。12年ぶりぐらいの気がします19歳のあんま緊張しなくていい。分かるかなこれ。汚いからこうやり直してほしいんだよね。ちょっと待って、俺緊張なのかすんごい酒進むんだよね。ホスト歴12年32歳新人の初出勤に密着。これからよろしくお願いします。今から後輩に当たるんですけど、どう接していいんですか？接しづらいっすよね。超むずいでしょそれは。タメ口でもう後輩なんで。かつてローランドを駆逐した男が全てを捨てて勝負に出た。よいしょ。どんな売れっ子であろうとスタートは全員掃除組から。明け翔こと明けの翔がタクシーに乗り込んだのは開店の2時間も前。でも1ヶ月間掃除からじゃないですか。はい。でもすげえ最初それを聞いた時に思いついたのが、じゃあ毎日同伴すればいいなと思ったんですよ。そうすればだって免除ですもんね。掃除免除になるし、オープンの時間に行けばいいから出勤時間も早く行かなくていいし、とかちょっと思ったんですけど、まあローランさんに俺がそれを言う前に「同伴は禁止だから」って言われて、最初の1ヶ月ああと思って。なんで？いやもうだからしっかり掃除しろっていう、最初のもう本当にゼロからやり直すつもりがあるんだったら、もう一回新人でやり直すつもりがあるんだったら最初から掃除をしっかりして。鉄の掟に例外なし。ある程度の売り上げを誇るホストが入店する場合、掃除どころか多額の移籍金が積み上げられることもある。でもそんなの関係ねあ、でどっからやればいいですか？はい、とりあえず椅子今全部直してるんで、はい、机戻すんですけど。え。かつてナンバーワン常連だったライトも出戻りは掃除組から。これ取られるのすげえ嫌だな。たった2ヶ月だけ席を抜けたお店の看板ユミトも出戻りは掃除組から。新人時代の悔しさをしっかり経験し初心に戻るというローランドのポリシーとあと今この今日の時点で賞より先に入ってる人には全員敬語って。僕もこれが賢い選択とは思ってないですけど、まあ敬語とかタメ口ってそんな、些細なことかなと思うんで、まあでもとはいえ違和感はありますよね多分ね、めっちゃ。どうせこうなるんだったらユーシが新人の頃あんま偉そうにしなきゃよかったなもっと優しくなかったっていう。もっと。かつてのしもべが今日からは上司。僕もこれが賢い選択とは思ってないですけど、かつてローランドと肩を並べた男がその牙城に初出勤。よいしょ。ありがとうございます。緊張してきた。エレベーターを登った先こそが明け翔が歩んだ12年の結論だった。おはようございます。おお、おはようございます。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 店内は開店準備中。掃除や机のセッティングなどやることは山積みだ。お願いします。はじめまして。翔と言います。シンです。よろしくお願いします。ちょっとこいつを指定の100番のところにちょっと分けてもらえますか。1番からここで画面内側でいいですか。はい。画面内側で入れるんですか。はい、お願いします。はい。
内側で、はい、裏に全部。はい。明将初仕事は注文用タブレットの設置。普段気にもしなかった道具の端々に覚えるべきルールが潜んでいる。はじめまして。どうも翔です。港ってます。港さん、はい。お願いします。じゃあローランドグループって、ローランド会長がこう鏡張りの結構作るじゃないですか。指紋ちょっとついてると怒られちゃうんで、指紋拭きを結構必死にやってるんですけど、はい、それをちょっとお願いしてもいいですか。はい、お願いします。ここからやっていけばいいですか。はい。気づいたことすらなかったが、ローランドは鑑識レベルで指紋をチェックするらしい。上のなんか指紋とかも結構厳しかったりするんで、掃除とかやったことあるんですか。12年ぶりぐらいですか。聞かれるのも嫌味に聞こえてしまう。誰が見ても大きすぎるそのギャップ。ショーとかね、プラチナにいたじゃないですか。負けた時にうわ悔しいなってめっちゃ泣きそうになるんですけど、その時にもう悔しい気持ちでこれ飲むんですよ。俺泣きながらこのボトル飲んだこと何回かありますよ本当。現代ホスト界の帝王と称されたローランドに何度も苦汁を飲ませたホスト、それが明将という男。まさにスター街道を歩み続けた彼は掃除組から対局の位置にいた。賞状を受け取ったその指先が今。こんなもんでどうでしょう。そうですね。ありがとうございます。雑巾を握りしめる。とはいえ違和感はありますよね、多分ね、めっちゃ。やりづらさという違和感。今から後輩に当たるんですけど、はい、どう接していくんですか。いや普通いや僕の方が歴圧倒的に都心人なんで、ホスト歴で言ったら僕の方が全然浅いんで、なんだろうな、いや接しづらいですよね。どう接していいか分かんないですけど。都心人見たら扱いが難しいですか。超むずいでしょ。それはむずいでしょ。今ちょっと掃除させるのちょっとすごく嫌だったんだけど指示するの嫌だった。嫌だったんですよ。そんなここ拭いてとかあれやってとか、そんなね10案内もホストやってそれでとはいえ案外忖度しない令和系ホストもいる。ちょっと便器の裏にちょっとうんちついてた、はい、これこうか。はい、わかりました。こうトイレットペーパーで拭くんですか。シュッシュしようかな。やばいっす。19歳なのであんま緊張しなくていいよ。ありがとうございます。命じたのは年齢もホスト歴も10年違う新人。俺ショーに嫌われてると思ってたの。でもおこがましいかもしれないですけど、当時やっぱライバルと思ってて、やっぱりナンバー争いしてた相手と思うと、その時その人のこと好きになれます。俺ショーのこと好きだったよ。今になってロガンさんいたから踏ん張れたというか、そうありましたから。俺は売り上げよりも売り方にこだわってたから、だからすげえ売り上げこだわれるじゃん。だからもうこいつはかっけえな。これはローランドから明将への陰湿な仕返しなのか、でなければ天罰か。どうですか。30代の新人が入って30代の新人でかかったっすね。なんか超でか、巨人が来たのかと思っちゃった。どう接するんですかこれから。タメ口で
もう後輩なんで当たり前に後輩なんです当たり前に。でまあこれ灰皿です。これが灰皿です。タバコはアイコスですか？この紙もいけます。配信中の態度禁止行為。4番ですね。4番の配信中に寝ることは禁止。これ全然違います。ああそうですね。違うところは結構違うんで、あれはないですか、その台本的に。ありますありますあります。見てもいいですか？こんなに細かいルールがあるのか。令和にオープンしたホストクラブは勝手が違いすぎた。じゃあファーストどこまでできます？いやもう多分マジでマジで全然できない。12年ぶりぐらいの気がします。いやですよね。大変だと思いました。お客さんを席まで案内し注文までの対応を行うファーストも12年ぶり。1人しか選べないんだ。あ、そうです。1名様につきます。じゃあ場内したらいくら？なんで即答できない？お前教えてないでしょ。分かんねえんだったらまず一旦もう一回やり直さなきゃいけない、オープン前に。そうファーストこそがお店の命運を握る。言うまでもなく最初の接客をするホストがお店の第一印象になってしまうから。ただ指名だらけでそんなの全然やってなかった。おしぼり渡す時は、2パターンぐらいあるんですけど、このままこうやってお渡しするタイプと、こうしておしぼりから出して広げてこうやってお渡しするタイプがあるんですよ。これはおまけです、はい。おしぼりを渡したらおタバコを吸うか、あとブランケットがいるか、あと上着をお預かりするか、この3つを、聞きながら、あと最後にドリンク何飲むかをお聞きします。はい、で初回は最初これが必要なんですよ。この年表立てにこの記入シートがありまして、はい、なんで、大体流れとしてははいじゃあ聞きました、失礼します、お客様初回のお客様になりますので、本日こちらのメニューの中から飲み放題となっております。最初ドリンクをお伺いしますみたいな感じで言うと多分、綺麗かなと。で写真指名というものがございまして、お時間の関係上、全キャストがお客様のお隣を回ることは不可能ですので、その写真の中から優先的にお付けできるシステムというものがあります。ドリンクをお持ちする間にこの写真の中から気に入ったキャストがいたら、お二人までお選びいただけるので、選んでいただけますかっていうふうに、お伺いを立てるんですけど、ロランド会長の場合、写真指名で3万円かかるんですよ。はい、なのでその旨も一応お伝えします。あと、来るか分かりませんっていう、はい、本店と、シップ、もしくは大阪に行ってる時もあるんで。営業マンとしてはある意味重症だ。その存在感だけで売れた時期が長すぎた。手取り足取り説明したけど本当に分かってるのか。一回デモンストレーションでちょっとやってみますか。はい、わかりました。一回やってみます。はい、お先お願いいたします。はい、いらっしゃいませ。はい、はい、もらいました。あ、そうか、おしぼりお願いします。はい、すみません。はい。で、一通りですよね。おタバコはお吸いになられますか。はい、お願いします。はい、ブランケットの方はお持ち出しますか。大丈夫ですか。上着の方のお預かりは。いいですか。お願いします。はい、かしこまりました。そうしましたらお飲み物をお持ちする間に、こちらのスタッフの方の写真になりますので、お時間の都合上全部のキャストが回ることができないため、ついてほしいキャストの方2名まで無料でつけることができますのでお願いいたします。こちらのロランド会長に関しましては、指名して、写真指名になると3万円別で頂戴しております。はい、ただ会長がいらっしゃるか分かりませんので、もしいらしたら、3万円発生して席に着かせていただくという形になります。そうしましたら単例の方をお持ちしますので、その間にこちらの方キャストの方を選んでいただけたらと思います。失礼します。大丈夫ですか。で、じゃあ緊張した忘れていただけだった。12年の経験は伊達じゃない。お
差し迫る開店。最後の試練は新人としてのお気持ち表明だ。はい。まあホスト歴は、結構あるんですけど、またちょっと、新人から再挑戦したいなと思って、ローランドグループに来させていただいたので、気を使ってしまうかもしれないんですけど、皆さんが新人だと思って接していただけたらこっちもやりやすいかなと思いますんで、はい、いろいろ学ばせていただきたいなと思ってます。これからよろしくお願いします。ホスト歴12年、異例の新人明け翔。出勤初日の営業開始。開店早々、にぎわう店内に明け翔が突如呼び出された。掃除したっすか？うん、した。空気を読まず爆笑三昧のこの男。これは明け翔が代表を務めていたホストクラブプラチナを去る日の映像。お互いに成功し続けることが多分お互いの力になるから、誰よりも涙した後輩刹那だった。もともとローランさんチームでいろいろ関わっていくうちに翔さんが「刹那俺が可愛がりたいです」「刹那ください」って言って俺がローランさんチームから翔さんチームに行って何でもやるんで売れさせてくださいって翔さんの言うこと全部聞くんで売れさせてくださいって上がったじゃんって翔さんの言うこと全部聞いて、だからそれがなかったら多分もう適当に生きて多分もう人生終わってたなーって本当に思うんですよ。結構マジで僕の性格的に絶対人生終わってたんですよ。人生の救世主であり尊敬する先輩。その再出発を聞きつけ一目散に駆けつけたのだ。どうですか、もう慣れました？愛弟子はあえて全てを笑い飛ばした。はい、翔さん初出勤おめでとうございます。テーブルマナーから教えてもらったらしいです。先輩だけどド新人。つい本音が漏れた。いやーちょっと待って、俺緊張なのかすんごい酒進むんだよね。緊張されてるんですか？いやめっちゃ。まだ夜は始まったばかり。次回なんか大人びてるよね、その雰囲気が。それ何見たと思うの？いや本当に覚えてなくて。あなたは職場で人格攻撃を受けたことありますか？なんか僕が店やってる時に足りなかったのはこういうことへの理解だったかもしれないですね。